かれるのは言葉でも見た目でもなく、その人が持つ柔らかい波動だったりするのです。あなたの周りにこんな人はいませんか？派手なわけでもなく、言葉数も多くないのになぜか惹かれてしまう人。その人のそばにいると安心できたり、心が静まったりする。そんな感覚を覚えたことはありませんか？もしかしたらそれは波動が関係しているのかもしれません。波動とは皆さん一人一人が放っている目に見えないエネルギーのこと。言葉や表情、仕草やあり方のすべてにその人の波動がにじみ出ています。波動が高い人はただポジティブで明るいだけではありません。もっと静かで、もっと深くて、どこか本質的な存在感を持っています。この動画ではそんな波動が高い人たちに共通する特徴を見た目、言葉、空気感の3つの視点から優しく紐解いていきます。もしかしたらその特徴の中にすでにあなた自身にも備わっているものがあるかもしれません。それでは始めていきましょう。第1章、そもそも波動が高いってどういうこと？波動とは皆さんの内側から放たれているエネルギーの振動のことです。感情や思考、言葉やあり方、そのすべてが目に見えない周波数をまとって存在しています。波動が高いというのは特別にスピリチュアルな人だけに与えられた状態ではありません。むしろそれは誰もがもともと持っている本来の自分に近づいている状態なんです。例えば優しさや調和、安心感や愛のような軽やかな感情、そして誰かを責めたり無理にコントロールしたりしない自然なあり方、そういったものが波動の高い状態を作り出します。反対に波動が乱れているときは不安や焦り、イライラが強くなり、まるで重たく感じるような空気をまとってしまうこともあります。波動は目には見えなくても確かに感じられるもの。そしてそれはあなたの選択と意識によっていつでも整えることができるものなのです。ここからは波動の高さがどのように見た目、言葉、空気感に現れているのかを一つずつ優しく見ていきましょう。第2章、波動が高い人に共通する見た目の特徴。波動が高い人はその姿や雰囲気にどこか澄んだ空気をまとっています。それは派手さや美しさとは少し違う静かな魅力。例えるなら朝の空気のような清らかさ、穏やかな川の流れのような透明感です。肌や瞳にツヤがあり、呼吸がゆったりとしていて、姿勢や仕草もどこか柔らかく丁寧。見た目に無理がなく、その人本来のエネルギーが素直に現れています。そして何より波動が高い人には作っていない自然さがあります。誰かによく思われようとするよりも自分らしくあることを大切にしているのです。それが結果として周りの人に安心感を与えたり、なぜか惹かれてしまうという感覚を生んでいるのかもしれません。波動は外見を飾ることではなく、内側の整いがそのまま見た目としてにじみ出るもの。だからこそ自分を大切にすることが自然とあなたの印象にも優しい光を灯してくれるのです。第3章、波動が高い人の言葉の特徴。波動が高い人はその言葉にも優しさと調和がにじみ出ています。声のトーンが穏やかで、言葉の選び方にも余裕がある。相手を否定したり無理に正そうとすることがほとんどありません。例えば相手のミスに対しても、どうしてそんなことをしたの？ではなく、何かあったのかな？と自然に思いやる言葉が出てくるのです。波動が高い人の言葉には相手を安心させたり励ましたり心をほぐしたりする力があります。それは言葉の表面だけでなく、どんな意識から発しているかが伝わるからです。また波動が高い人ほど沈黙も上手に使います。
無理に話さず、静けさを大切にしながら、必要な時に必要な言葉を届ける。そうしたあり方が、言葉の波動をより強く、より深く相手に届かせていくのです。だからこそ、波動を整えたい時は、どんな言葉を話すかだけでなく、どんな気持ちで話しているかにも、そっと意識を向けてみてくださいね。第4章、波動が高い人の空気感とあり方。波動が高い人と一緒にいると、なぜかほっとしたり、心が静かになったりすることがあります。それは、その人が放っている空気感が、まるで場の波動そのものを整えてしまうような力を持っているからです。波動が高い人は、焦っていません。周りと比べず、急がず、自分のリズムを大切にしています。だからこそ、その人の在り方そのものが、周りに安心感や調和をもたらしていくのです。言葉が少なくても、場にいるだけで空気が変わる。そんな存在感は、エネルギーが整っていることの表れ。また、波動が高い人は、人をジャッジしたり、場をコントロールしようとしません。ただそこにあることを許している。それが、周りの人の心にも許しを広げていくのです。外側の変化を追いかけるより、内側を整えることの大切さ。波動の高い人は、そのことを自然と知っているのかもしれません。あなたの在り方も、周りに確かに伝わっています。まずは、自分の空気を少しだけ優しくしてみるところから始めてみませんか？第5章、波動を上げるために、まず意識したいこと。波動を上げたいと思ったとき、何か特別なことをしなくてはいけないと感じるかもしれません。でも本当は、もっとシンプルなことから始めていいのです。例えば、朝起きて、深く呼吸をする。いつもより少し丁寧に言葉を選ぶ。誰かに優しい目を向ける。そんな小さな行動の一つ一つに波動を整える力が宿っています。大切なのは波動を上げようと力むのではなく、自分の内側にある静けさと少しずつ仲良くなっていくこと。無理にポジティブにならなくても大丈夫。ネガティブな感情も気づいてあげるだけで波動は変わり始めます。波動は外から足すものではなく、本来の自分に帰っていくプロセス。あなたの中にはもともと高い波動がちゃんとある。ただ、それを思い出すきっかけが日々の中に隠れているだけなのです。今日のあなたにとってそのきっかけが一つでも見つかっていたなら、それは波動がすでに動き始めている証なのかもしれません。最終章、波動はあなたの中にすでにある。あなたの波動はどこか遠くにある特別な力ではありません。それはもともとあなたの中に眠っていた柔らかい光のようなものです。自分を大切にすること、静かな時間を持つこと、優しい言葉を選ぶこと、そんなささやかな日常の一つ一つがあなたの波動を整え、柔らかく輝かせてくれます。変わろうとしすぎなくて大丈夫。今のあなたの中にすでに高い波動の種は息づいているのです。そしてその波動は静かに周りに広がっていきます。あなたが整えば世界もまた少しずつ整っていく。そんな静かな循環をこれからもあなた自身が生み出していけるのです。このチャンネルではあなたの魂と波動に優しく寄り添うメッセージをお届けしています。よろしければ高評価やチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。そしてあなたが波動が整ったと感じた瞬間や気づきがあれば、ぜひコメント欄でシェアしてくださいね。その一言が誰かの波動を整えるきっかけになるかもしれません。それではまた次の動画でお会いしましょう。